海の上を走った時は、これは爽快っていうかね、先ほど言ったように曲がる時はこんなのになりますけど、それはやっぱり爽快だったし、これで本気だって行くんだなっていう思いはありましたね。だから、執行する時、11月28日の夕方だったかな、横須賀を出る時はもう高ぶってましたね。もう行くんだっていう感じですね。いや、その時はまだ不沈艦ですもの。沈まない船ですから、そんなの全然なかったね。ただ、横須賀出る時は、一番有名な通信長っていうんだけど、通信長、海軍中佐荒木っていうんだけど、その人が我々通信を全部集めて、甲板に集められたんです。甲板で飛行甲板じゃなくね、中甲板に格納庫甲板があって、その横に一部平らなところがあるんですよ。手すりがあって。それはなぜかというと、船が港を出るときは、漁船がいっぱいいますから、当時、長門っていうのはもう傷だらけな帰ってましたので、横須賀港に。それとか、口かあたりがいっぱいいましたので、それらが送ってくれるね、亡霊っつって、それに対して、こっちからも答えたり、帽子を打って、そのために集められるんですよ。その時、通信長が、これから、呉へ行くって言わなかったですね。霊家に行くと言ったですね。それで、呉に寄港すると。で、霊家に行くんだと。それで、これから艦長がみんなに封筒を渡すから、それに髪の毛と、それから爪を切って入れろということを、で、私たちはまあ当然だと思ったけど、やっぱり年配の人たちいますからね。で、そういう人たちはいよいよだなっていう噂は知ってましたね。ただ、恐怖を感じたのはやっぱり船が沈む時でしたね。これはやっぱりね、恐怖というか、もちろん寒かった。海の上は11月28日で船が止まってるでしょ、傾いてるでしょ。これ寒かったことがあって、これはやっぱり恐怖だったですね。風クラスって言うんです。まず一つは、朝の2時か3時頃ですよね、魚雷を受けたのが。で、11月28日はもう暗さもいいところ、真っ暗でしたよね、夜明けが。まだまだ先の時刻でしたんで。で、その時、護衛の駆逐艦は3隻ともね、前と両脇固めて一緒に並走したと。本当は死なぬもこうのじ運動してりゃ魚雷なんか当たんなかったかもしれない。魚雷っていうのは目の前で撃つわけじゃないですから、かなり遠くで撃ってますので、一番できないのはのじ運動されたらほとんど当たらないですね。一つは撃つ時の方向を決めることはできないですよ。こういうふうに行くわけで。それをやめたっていうことが一つのあれですね。艦長にしてみれば、もうこんなことやってるより早く呉に着きたいと、呉で整備したいっていう思いがあったんだろうと思いますけどね。それと、もう一つは不沈艦だって艦長にはなかったかどうかわかりませんが、我々は不沈艦だと思ってましたからね。だから、まさかとは思いましたね。ただ、我々通信としては、潜水艦がいるってことを知ってましたので、それは報告してるんですよ。通信っていうのは、
当然のことながら、通信と同時に傍受もやってるんですよ。アメリカやなんかでやってる。それこそ通信の仕事ですから。そんだけ傍受係っていうのは、ある程度横持ちが解釈できる連中いっぱいいますので、そいつらがもっぱら傍受やってましたね。ご承知のように、船にはこう丸くやった、その大きなこんなもんですかね。昔は積んでた。あれで、電波を捉えるための電波探知機なんですよ。それ、昨日持ってましたので、環境のところにあったんですね。だから、通信長を通して、艦長まで上がってるんです。どうも、近くでアメリカの潜水艦が更新してると。報告してるけど、まあ、そんなに近くにないだろうということで、確かに、別な記録を読むと、振り切ってるんですね。一度、知らんのが、その潜水艦を。ところが、その潜水艦が先回りして、待っていたところへ知らんのが行ったっていうことじゃないでしょうかね。当然、潜水艦は魚雷を撃つとき、今は違いますけど、昔は潜望鏡を上げないと撃てないんですよ。で、見定めて、その前の方に撃ち込むっていうやり方やってるんだけど、夜中ですからね、真っ暗だから見えなかったんじゃないですか。昼間だと、潜望鏡を上げれば、光石っていうのは残るんですよ。こういうやつの後ろにずーっと残りますんで、光石っていうのはなかなか消えないんですよ。船が走っても光石が残るんですが、それもいつまでも残りますね。この波があっても。と同じように、魚雷も光石を残す、作りできますので、残すんですね。だから、昼間だったらね、駆逐艦の連中はちゃんと見つけるんですよ。夜はダメですね。夜はとても潜望鏡よく近づいてもわからない。ただ、近づきすぎると、音波探知機でスクリューの音が聞こえますからね。それで見つかりますけど、遠く1キロぐらい離れたらわからないんじゃないでしょうかね。波の元もあるし。はい、私の、仕事場っていうのは、第二通信室で、甲板の下なんですね。甲板、中甲板で一番厚い甲板の下、下甲板というんですが、そこに第二通信室があって、ここは、その防音装置も何もない。本当に部屋に受信機が何台かあってという感じですね。なぜかというと、第一通信室はまさに通信をしたり、受けたり、いろんなことをやる、まあ、司令みたいな。その第一通信室は、上がやられた時の異常の場合ですので、そんな設備はない。防音装置もなかったですね。そこで待機っていうか、もう私は寝ていたんです。低い、長いやつで、当然一発目来た時はドンと下床に鉄板の上に落ちたんですが、そんな高い台じゃありませんので、落ちて、で、それは初めは何かにぶつかったと、何かにぶつかったと、こっちが。で、続いてきましたからね。続いてどんどんと。そしたら、やっぱり監視官は、歴戦ですね。経験があるから、すぐに、雷撃だって言いましたね。で、第一通信室上がれ6、7人いたのかな、第二通信室で。そこから一気にトラップを駆け上がるっていうのは、もう慣れてましたからね。もう階段は駆けて上がれっていうのが海軍の一つの教えですので、一気に上がってきましたね。で、第一通信室行ったら、蛍光灯はついてて、埃が立っていたっていう状態ですね。そのうちにみんな、それぞれ送信室であるとか、それからそっちこっちで
離れてもいいところ、職場の連中が集まってきました。で、20人以上になったのかな。だけど、沈むとは誰も思ってなかった。誰も。とにかく走ってんだからまだ。エンジンかかって走っていましたので、ただ、傾き始めたっていうのは分かりましたね。なぜかというと、部屋に地図がかかってるんですよ。貼ってあるのね。それが傾き始めたんですね。なんていうか悪い価値観がいましてね。まだそんな傾いてないのよ。俺なのに、ちゃんと赤いチョークで、手術で、この船はここまで来たら、沈むなってこういうわけよね。我々まだ到着についてない。我々は確かにすぐそばにいて、びっくりしたね。そりゃびっくりしたっすよ。だって、ね、なんとなくそうやってみるとね、波の前に固めてくるような気がするのね。波もありましたし、まだ走っていたのよ。走ってたけど、よくなるかなという思いはちょっぴりありましたね。やがて沈むだろうと思った時から震えが来るわけ。ここに人がいるんだと打ち込められたっていうことじゃないでしょうかね。